体触られるとか気持ちは良かったんですけども、頭かぶっちゃうかもしれんな。ベンチで下げてる時に自分もプレイだったら全然 OK なんで、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さあ、夏真っ盛りということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自分自身は夏らしいことは全然できてなくて、でも皆さんが投稿している X とかインスタとかそういったので海に行ったりで川で遊びに行ったり、パリピなことしたりとか、そういった写真とか動画を拝見しまして、指くわえながらすごい楽しませていただいております。引き続きそういった投稿をどんどんしていただければなと思います。でもう少し露出度高めでお願いします。で、今回はちょっと久々のフリートークということで、長い間、サボってしまいまして申し訳ございません。で、内容としましてはテーマの夏とは全く乖離してるんですけども、実は自分自身普段ジムで筋トレをしてるんですけども、そのトレーニングしてる姿を視聴者さんに目撃をされまして、で、後日その視聴者さんからとある一通の DM をいただきましたので、それについて答えていこうかなと思います。で、どういった内容かと言いますと、ちょっと読み上げていきます。バルちゃん、こんにちは。先日ジムでトレーニングしているバルちゃんを発見しました。普段の動画より生のバルちゃんの方が 2,3 倍体が大きく、目の保養にさせていただきました。ありがとうございます。そんなバルちゃんだからこそ、ジムでエロ目的で声をかけられたり、ロマンスに発展したりすることはありませんでしたか？ぜひ聞いてみたいです。ありがとうございます。そうですね。本題としましては、このジムでエロ目的で声をかけられたりとか、ロマンス、恋愛とかですかね、そういったのに発展したことがあるかっていうことについてなんですけども、まずエロ目的で声をかけられたことは、あります。たくさんあります。ただ、それに対して自分が了承したとか、何か行為を催したとか、そういったことは一切ないんですけども、ちょっと過去に数回あった、そういうエロいこと、アプローチみたいなことについていくつかお話しできればなと思っております。ただ、前置きはしますけども、繰り返すようですが、ジムで、そういった、不ラチな行為っていうのは一切したことはありませんので、その旨だけ安心していただければなと思います。それでは一つ目いきたいと思います。で、タイトルとしましては、ジムで他の会員さんからパンツ売ってください事件です。でもタイトルでお察しだとは思うんですけども、自分が通ってたジムで他の会員さんから私が履いている下着をいくらで売ってほしいということが過去ジム歴20年なんですけども、その中で一番多かった出来事なんです。はい。で、その中で特に印象的だったのは、自分が通ってたジムが24時間営業してるジムで、今ではジョイフィットさんとかエニタイムさんとか、ゴールドジムさんもそうですけども、24時間営業してるジムってたくさんあるじゃないですか。でも15年前自分が通ってた時のジムとかは、その24時間営業してるジムってほんと少なかったんですけども、だから当時24時間で営業してるジムって結構絞られるんですけども、でもそこのジムは夜の特にこの曜日のこの時間帯では同性愛者の方が集まりやすいって言われる日時っていうのがありまして、で自分がトレーニングできる曜日とか時間が結構そこに被ってまして、だから結構そこで出くわして声をかけられるっていうことも多かったんですけども、ごめんなさい、これノンケの時の話なんですけども、でそこのジムでは一応ロッカーとでシャワールームとでその間に脱衣所もあって、でシャワールームでは個室のシャワールームがあって、でも鍵とか閉めれずに扉だけ開け閉めできる状態で、さらに奥にはサウナもあって、その構図でどこのジムかってちょっとバレちゃうかもしれないんですけども、でそこのジムでトレーニングしてたんですが、でトレーニングを終えてロッカーで下着になって、でそこから脱衣所に行って、で下着を脱いで、そこに下着とかタオルを置けるカゴがたくさん置いてあったので、そこに置いて、
そこからシャワーで汗を流したりするんですけども、普通にシャワー浴びて、で、自分結構その時サウナとかも利用してたので、結構狭いんで、そこで他の会員さんから体触られるとか、そういうのもあったんですけど、それぐらいはいいかなとか思いつつ。で、シャワー終えて、さあ、下着履こうと思ったら、その下着がなくて、自分も勘違いして、もうスポンポンのまま、ロッカーから脱衣所を通って、シャワールームに行ったかなと思ったんで、もう一回ロッカーの方戻ったら、その自分が履いてた下着を他の会員さんが、匂いを嗅いでたんですね。明らかに自分の下着っていうのも分かってたんで、向こうもバレたっていう顔をして、自分もどういうリアクションしたらいいか分からずで、やっぱちょっと最初引いたんですね。みたいな。で、そこの自分の下着を嗅いでる会員さんから、このパンツを5000円で売ってくださいと。って言われたことがありまして、当時自分20前半で、大学生だったんですけども、のんけで、ゲイには興味を持ち出してた時期ではあったんですけども、さすがに自分のパンツを売ってほしいって言われたこと自体が、その時は初めてだったんで、ちょっと驚きもあって、お断りはしたんですけども、でもやっぱり匂いを嗅がれてたっていうのもあったんで、その後自分が履くっていうのはちょっと抵抗があって、で、履かずに、ゴミにポイして、ノーパンで、自宅まで帰ったっていう話があったんですけども。でもそこのジムのサウナとかでも、結構、他の会員さん同士、ゲイの方同士で、サワサワしたりとか、なんならもう上下運動してたりとか、そういうのもあったりしたので、他の日では自分がサウナ終えて、で、サウナからシャワールームを通って脱衣所に行くんですけども、シャワールームを通ってたら、思いっきりパンパン音が鳴ってて、で、ふと見たら、男2人がシャワールームにいて、でも明らかにやってしまってるみたいな状況とかもあったりして、それに関連しちゃうと、自分もシャワールームとかで体洗ってたりした時に、他の会員さんが入ってきて、ものすごいお尻触ってきて、ええやろみたいな感じで、すごいまさぐられたこととかはありますね。直に自分の、バルちゃんに、触られて、シコシコとされたこともあって、ぶっちゃけ言うと初手では気持ちは良かったんですけども、でももうこれで変な関係を持ってしまったりとか、ジムではもうそういったことはダメだと思ったんで、すぐ突き放したんですけども、今の自分だったらちょっとね、心動くかもしれませんが、いやダメですけど、はい。でも当時はそういったこともありましたね。で、後日談として、自分がノンケじゃない、ゲイに切り替えた後の話なんですけども、北新地の方で一軒だけもう長く飲みに行っているお店がありまして、でそこのママさん、女性の方なんですけども、その方が実は昔そこの自分が通ってたパンツ売ってほしいって言われてたジムの受付とかそういったことをされてた事務員さんだったんですけども、自分のことも覚えてくださってて、でも時実は本名言えないですけど、バルちゃんは他の会員さんからあの子は何曜日に来るのとか、何時に来るのとかっていうことを結構聞かれてたみたいで、あんた狙われてたよみたいなことはあったみたいで、それは今思うと光栄には感じるんですけども、でもやっぱり当時は当時でやっぱり初めてっていうこともあったんで、ちょっとビビってはいたので、惜しいことしたなとか思いつつ、はい、そういった出来事がありました。はい。で、その後も、他のジムとか通ってても、他の会員さんから、履いてるパンツ売ってほしいとか言われることも、結構あったんですけども、一回も、販売したことはございませんので、今やったら販売するかな？売るかな？売らないですけど、はい。で、たまに X とかでも、DM で、バルちゃんが履いてるパンツ3万円で売ってくださいとか、おっしゃる方もいらっしゃるんですけども、新品やったらね、もう無償でプレゼントしますけど、さすがに履いてるやつはちょっとね、お渡しできないかなと思いますし、でもそういうパンツの匂いなのかな。履いているっていうことに価値があるんですかね。でもそういう趣味というかね、そういう方もいらっしゃるので、でも他人が履いてるパンツを手に入れたいっていう趣味なのかな、わかんないけども、そういった
趣味については自分は全然否定はしないですし、マニアックでいいなと。ちょっとエロさも感じるんでいいなとは思いますけど、自分はちょっと販売はいたしませんので、はい、申し訳ございませんが、その旨だけご了承ください。でもどうやろう、推しの好きな人とかの脱ぎたてパンツとかやったら買いじゃうんかな。頭かぶっちゃうかもしれんな。てかちょっと話途中脱線してしまったんですけど、内容としてはパンツを売ってほしい事件と、ちょっと派生しちゃいましたけども、ジムのシャワールームでシコシコされてしまったっていうお話でした。はい。で、最後なんですけども、タイトルとしてはベンチプレス中に顔面騎乗位事件です。もうタイトルが全部フラチすぎて申し訳ないですけども、ちょっと今回はヘビーな内容でお送りしておりますが、でこのベンチプレス顔面騎乗位事件は、先ほどのパンツ売ってほしい事件の時に、通ってたジムでも起きたことなんですけども、もうちょっとそこのジム大変なんですが、今はそんなことないと思いますし、でそこのジムで、上半身の、胸のメニューで、自分はベンチプレスっていうのを取り入れてるんですけども、で、結構そこのジムは、プロボディービルダーとか、あとはプロレスラーの選手とか、名前出すとちょっと匿名されちゃうんですけども、結構アスリートの方がたくさんいらっしゃいまして、で、結構フレンドリーに声をかけてくださったりとか、当然同性愛者の方とかも、補助に入るよとか声をかけていただいたりするんですけども、ゲイの方からその自分のベンチプレスの補助に入ると言っていただいて、でその方とは初めの方は、普通に自分がベンチで上げてる時とかにサポートで補助していただいてる方だったんで、すごい優しい方だなっていうイメージだったんですけど、1ヶ月ぐらい過ぎてぐらいから、また普段ベンチプレスやってる時に補助入ってくださって、で補助を入る時になんて言うんだろう、ベンチ自分が上げてて、で補助入ってもらってるんですけど、ちょうど股間の下に自分の顔があって、でベンチで下げてる時に一緒に股間も下がってくるっていう。で自分の顔面に思いっきり股間がぶつかってっていうことがあって、で最初はその人はすいませんごめんなさいって言われたんですけど、その後にどうだったみたいな、気持ちよかったみたいなことを聞かれて、ちょっとそれはさすがにないなと思って、その一言でもう結構です、もう近寄らないでくださいって結構突き放しちゃったんですね。その人はすごい寂しそうにしてましたけども、でもやっぱり周りの目もありますから、でそう思われるっていうのも、やっぱり自分は今後もジム通いたいので、変な空気にさせてしまったものの、それはきちんと断らないといけないなって思ってお断りはしたんですけど、でもその方も、ターゲットは当時自分だったんですけど、断られて、でまた別のターゲットに行って、でまた同じ補助で股間ぶつけてみたいなことをしてたので、懲りないなと思いながら、でもその数ヶ月後にはいなくなって、エロ目的でやりたいなっていう気持ちはわからんでもないけど、ジムとかもね、やっぱり結構露出論高い。それこそ今ではほとんどないけど、乳首が出てるタンクトップとか着たりとかいう方も多くいらっしゃったんで、目の保養にはなってたとは思うんですけども、でもそれに乗っかってエッチなアクションをしてしまうっていうのは、よろしくないなっていうところですね。でもその顔面騎乗位事件をきっかけに、それまでにもパンツ売ってほしいとか、シャワールームでプチを襲われたりとか、そういった事件とかも重なって、自分はその帰ってたジムは辞めちゃったんですけども、めちゃめちゃそこの施設とか機材は整ってるので、本当に使いやすかったジムだったんですけども、ちょっとさすがに、ジムに集中できないなっていうのもあったんで、そこは退会して別のジムを通うことになってしまったんですけども、でもそういったことがきっかけで、せっかく体鍛えたいと思って入った会員さんが辞めてしまったりとか、してしまうっていうのはすごいもったいないですし、悲しいことですし、極力そういったのはね、ちょっとホテルとか、人に迷惑のかからないところで、プレイとしてやっていただければなと思います。自分もプレイだったら全然 OK なんで、はい、よろしくお願いします。ということで、今回はジムでのエッチなロマンスな話をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか？
でまた、この動画をご視聴いただいている皆様からは、ジムでの経験談、何でも結構でございますので、コメントとかいただけると嬉しいなと思っております。はい。ということで、本日の動画は以上です。バイバーイ。